こんにちは。猫とシニアの暮らしのルルです。31万回再生されたダイエット動画に世界中からたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。今日はその中で特に多かった9つの悩みやご質問について、私の経験を交えてお話しいたします。甘いものがやめられない、体重が減らないと悩む方へ、これならできそうと思えるヒントをお届けしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。1、ご飯は食べてもいいの？60代です。白米を少し控えたら翌朝の体が軽く感じました。こんなに変わるとは思っていませんでした。この翌朝ちょっと体が軽い感じ、わかります。体が今日は調子いいですよって言ってくれる日ってありますよね。でもダイエット初期の私は白米イコール悪魔の白い粒ぐらいに思い込んでてね、炭水化物さえ抜けば痩せると思い込んでました。糖質オフのダイエットですね。その結果ある程度痩せはしたんですが、頬骨が出ちゃってね、老け見えしちゃって、まるでムンクの叫び状態でした。こんな風に若さがなくなるダイエットは本末転倒ですよね。そこからの私の結論はこれです。ご飯は減らしてもいいけど立ってはいけない。特に50代60代の体にはエネルギー源の炭水化物を入れた方が肌にね、張りが出て調子が整いやすいと感じてます。私は柔らかく炊いた玄米をメインでいただいています。そして今でも続けているのはこの3つです。食事の最初は野菜かタンパク質から食べる。パンではなくご飯を主食にする。口に入れたら一口30回はよく噛む。朝昼はお仕事で忙しいという方も夜だけでもね、よく噛むことを意識して食べると量が減って満足感は逆に増えると思います。2、甘いものがやめられない。一番の問題は甘いもの。昼でも夜でも食べてしまいます。スイーツがやめられないです。どうしたらいいですか？甘いものがやめられないのはもう世界共通のお悩みなんですね。わかります。甘いものを欲しがるっていうのは悪いことじゃなくって、疲れているサインだったり、無理なダイエットでね、糖質が足りてないサインのこともありますからね。そんな時、私が実際に続けていたのはこの4つの作戦です。1、蜂蜜ドリンク作戦。血糖値がね、上がりにくい蜂蜜をお茶やコーヒーに入れて甘さに満足する。2、果物作戦。甘いものを食べるのであれば食物繊維がしっかり取れる果物をよく噛んで食べる。3、和菓子大好き作戦。スイーツを油を使わないね、羊羹や和菓子にチェンジする。4、歯磨き作戦。甘いものが食べたくなったら歯を丁寧に磨きます。もう食べられませんよね。こんなゆるさで続けていると自然と甘いもの欲が薄れていきました。夕方は疲れて甘いものが欲しくなってチョコやクッキーを食べ過ぎてしまいますという言葉にもすごく共感しました。私も以前はクッキー派でしたが、今ではすっかり和菓子党です。ストレスでね、爆発するより少し食べた方が結果的にはうまくいくと感じてます。私のね、最近のマイブームは金時豆の黒砂糖煮です。一晩水につけた金時豆を柔らかくなるまで煮るだけ。豆類は食物繊維やポリフェノール、カリウムが取れて腸や血管の健康に役立つ優しい食材なんですね。これをスイーツ代わりに食後にお茶と一緒にいただいてます。お家にいてついつい食べちゃう方はぜひ歯磨き作戦を試してみてください。つまみ食い防止にもなるし、お口も健康になれちゃって一石二鳥ですよね。3、年齢と体重の壁、更年期太りのリアル。60代で80キロを超えてしまいました。もう痩せられない気がします。50代、更年期で急に体重が増えて自分に合うダイエットを模索中です。こうしたお声、本当に多いですよね。実際私たち50代60代って太りやすいのが普通なんですよね。特に更年期を境に
ホルモンバランスも崩れるのでね、太りやすくなるのは体の変化であって、決して意志が弱いからではないと私は思ってます。何をしても痩せなくて1キロ落とすのも大変。その気持ちめちゃめちゃよくわかります。そんな中、皆さんはよしダイエットしようって決意されましたね。素晴らしいです。それだけでもう本当にすごいことなんです。最初私はダイエット本と出会ってモチベーションを上げました。さらにスリムな体型の推しのポスターを見える場所に貼って、こんなスタイルになれるよう毎日イメージトレーニングしてました。そして体型の変化につながるのはね、本当に小さなことなんですね。ちょっとだけお散歩してみる。腹筋に力を入れてキッチンに立つ。なるべく階段を選んでみる。晩ご飯はもったいないっていうより残す勇気を持つ。こういう小さな積み重ねが後で大きな差になるんですよね。年齢のせいで痩せにくいのは当たり前。でも体はちゃんと応えてくれます。焦らず一歩ずつ行きましょうね。4、疲れていて料理ができない。それでも痩せたい。痩せたい気持ちはあるのに、そのエネルギーが足りません。仕事で毎日ヘトヘトで、61歳の今は食事を作るのも大変で、こんな自分はダメだなぁと思ってしまいます。まず最初にお伝えしたいのは、全然ダメじゃないです。むしろ毎日よく頑張ってらっしゃいますってお伝えしたいぐらいです。本当に無理なさらないでくださいね。忙しい日や疲れてる時、うちのご飯はこんな感じになります。冷凍ご飯と卵入りの納豆、フリーズドライの味噌汁と鮭フレーク、コンビニサラダにサラダチキンとゆで卵を乗せるだけ。お豆腐にしらすやキムチ、海苔を乗っけて食べる。脂質控えめのお弁当を選ぶ。でも揚げ物は避ける。朝昼しっかり食べて夜は控えめというメリハリだけでも効果あり。まずは1日1回、タンパク質と食物繊維、これをどこかに入れるだけでも十分ダイエットに効果的です。ゆで卵なら疲れていても簡単に作れますよね。そして食事に蒸しキャベツを足すだけでお通じが良くなりましたというコメントもいただいていて、蒸すだけ仲間もどんどん増えています。疲れている日は切るだけ、蒸すだけ、お弁当でもいいじゃない。だからできる日だけ、できる範囲で、それでいいんです。あなたはもう十分すぎるほど頑張ってます。5、朝ごはんを抜くと太る？朝をグリーンスムージーにして10キロ痩せました。でもアスケンアプリで朝食を抜くと肥満になりやすいと表示されてしまい、続けていいのか不安です。10キロも本当にすごいですよね。おめでとうございます。朝食に関してはね、本当に個人差が大きいポイントだと感じています。私の場合は朝を抜いた方が体が軽くってダイエットもうまくいきました。一方で朝食を抜くとね、ふらついてしまって頭がぼーっとして仕事にならないっていう方もいらっしゃいます。朝食を無理に食べるようにしたらそれがストレスになって痩せませんでしたという方もいらっしゃいますね。大切なのは自分の体に合う方を続けることだと思っています。誰かの正解をそのまま当てはめるのではなくって自分の体が楽な方を選んであげたいですよね。皆さんは朝ごはんはしっかり食べる派ですか？それとも少なめ食べない派ですか？ぜひコメントで教えてください。6、運動しないと痩せない？膝が痛くて運動ができない中でも食べて痩せるダイエットで7月から6キロ落とせました。おやつをやめ、チーズやナッツ、ラカントとおからの工夫で3食しっかり食べてもストレスなく続けられています。というとても励まされるコメントもいただきました。6キロ減、本当にすごいですよね。運動ができなくても食事の工夫で体が変わる。そんな希望を感じさせてくれるメッセージですよね。食べて痩せるダイエットで結果を出されているところが本当に素晴らしいです。
でも膝にね、痛みがある方は無理な運動は控えてくださいね。はい、膝は大丈夫ですという皆さんは、つま先立ち5回できますか？ 1、2、3、4、5。はい、お疲れ様です。皆さんは今、カーフレイズという筋トレをやりました。ね、こんな筋トレならできそうですよね。ついでに今日から階段は無料のジムだと思い込んでください。入会金も月会費もいらないんですよ。登ったら、よし、今日の運動終わりと自分を褒めて OK です。なるべく階段を使いましょう。体重は変わらなくても、運動すると体型が変わってきます。ウエストやふくらはぎが締まってきてね、お洋服選びも楽しくなってきます。さらにもう一つ心に響いたメッセージをいただきました。私はあと1年ちょっとで古希を迎えます。70キロからマイナス15キロ減。その後のリバウンドを乗り越えて、今は座ってできる運動とベッドの上の5分運動でまたコツコツ前に進んでいます。というすごく前向きなメッセージもいただきました。運動は1回でも未来が変わる。私も読みながら元気と勇気をいただきました。ありがとうございます。座ったままベッドで5分続ければ変わる。50代60代ダイエットのお手本ですよね。痩せる秘訣はゼロよりとりあえず1回、完璧よりちょっとだけ。続けるならゆるい運動最強です。今日もし余裕があったらつま先立ち1回だけでも OK です。その1回であなたはもう運動を続けている側の人になります。7、リバウンドしてしまいました。14キロ痩せたのにリバウンドしています。14キロも落とされたなんて本当にすごいことです。どれだけ努力されたのか身に染みてわかります。そして私的にはベスト体重から1、2キロの増減はね、リバウンドじゃないって思ってます。私たち人間ですからね、その日の体調はいろいろありますよね。むくみ、睡眠不足、ストレス、塩分や水分の量だけでも体重は簡単に動きます。だからこういう上下は誤差として扱うのがちょうどいいと思います。体重が一時的に増えただけなら、そこからまた少しずつ整えていけば必ず戻ります。焦らずまた一歩ずつ行きましょうね。8、体重計の数字に落ち込んでしまう。体重が全然減らなくって落ち込んでいます。数字を見るのが怖いです。わかります。私は60キロを超えたあたりからね、体重計の数字を見るのが嫌になってしまって、体重計に乗らなくなりましたね。そしたら案の定、ますます太ってマックス68キロまで行ってしまった経験者です。なのでダメなんです。現実から逃げてると痩せません。きっちり体重計を見て深く落ち込んで、そしたらあとは浮き上がるしかないわけで、さあまた今日からね、一緒に始めましょう。体重ってその日の体調や水分量、むくみ、こういったもので簡単に増えたり減ったりするんですからね。私は今は体重計の数字よりも朝起きた時の体の軽さ、これを大事にしています。夜ご飯を一口減らすようにしたら3日で気持ちが上向きました。こんな嬉しいコメントをしてくださいました。体重がね、動かない時期でも小さな一歩で心の方が先に軽くなることってあるんですよね。焦らなくても大丈夫です。9、お酒を飲むと痩せない？お酒は太ると聞いてつい我慢してしまいます。でも飲みたいです。お酒は飲まれますか？飲んでたら痩せれませんよね。はい、出ました。お酒は太る問題ですね。私はね、今でも毎晩のようにハイボールを飲んでます。それでも16キロ痩せました。お酒の選び方と飲み方を間違えると太るんですね。ダイエット中に意識してほしいのはこの2つです。飲む日は晩ご飯の主食を少し控える。ウイスキー、焼酎など
糖質ゼロのものを選ぶ。ビールや日本酒、甘いチューハイは太りやすいです。私は食べて痩せるダイエットと糖質ゼロのお酒の組み合わせでストレスなく痩せました。むしろね、お酒を完全に我慢するとストレスがマックスになって反動でドカ食いをしてしまってやけ酒でリセット、このね負のループに入りやすいんですよね。だから私は飲むけど工夫する、このスタイルが一番続きました。あなたのダイエットもストレスゼロで続きますように。卒業式や入学式までに痩せたいというコメントもいただきました。あと10キロ痩せるぞー。いいんですけど、目標がちょっと遠すぎますよね。なので、まずは小刻み作戦はどうでしょうか。とりあえず1キロ減らす。1キロいけたら、もう1回1キロ減らす。50代からのダイエットは、小刻みにやるのが一番続きます。そして、うっかり食べ過ぎちゃった日は、閉店ガラガラして翌日からまた始めれば大丈夫です。長い人生のうちのほんの短い期間、食事を少し見直したり、階段を登ってみたり、そのちょっとだけの積み重ねがダイエットに効いてくると思います。今日の動画で皆さんの気持ちが少しでも楽になっていたら嬉しいです。動画の感想などもぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録と高評価とハイプもしていただけると嬉しいです。この後はアフタートークです。はい、ここからはダイエットに関するおまけのコーナーです。ダイエット中、私が助けられたレシピ本と神アイテムをご紹介します。まずはこちら。腸内痩せ菌を増やす最強ダイエットフード10。この中で紹介されているスキャベツは我が家ではほぼ家族扱いです。食事の最初にいただくとね、お酢と発酵食品パワーでダイエットを助けてくれます。もう一冊はこちら。オートミール米化ダイエットレシピ。お米を炊き忘れた時でも電子レンジで2、3分 20g から 30g のオートミールをレンチンするだけでとっても腹持ちのいいね、主食になります。ダイエット初期に本当に毎日のようによく作って食べていました。納豆やメカブ、キムチ、海苔を乗っけたり、お米代わりにね、使えるので、簡単レシピがたくさん載っているので、おすすめのダイエット本です。そして体重の停滞期に効いたのが、食物繊維 18g チャレンジ。これは食物繊維を含む食品を1日 18g を超えるように食べるようにしたんですね。そしたら本当に体重がまた減り始めたんですね。ちなみにこの 18g という数字は厚生労働省が定める成人女性の1日の目標量が元になっています。食物繊維を意識するとお通じが良くなってダイエットが進みやすくなります。ダイエットするなら楽で美味しいことを続ける方がいいですよね。最後までご覧くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。